ありがとうございます。皆さんこんにちは。午後の部のトップバッターということで、眠気を覚ますような話をしたいなというふうに思っております。で、今日10分というですね、短い時間の中で、私のお話はですね、生きる力、今私たちが行動を起こしていることをですね、少しでも伝えたいというふうに思って、今日来させていただきました。でまた200分の70という数字が今私たちの行動の数字です。これは3カ年で200人の雇用を生み出そうというプロジェクトを今取り組んでおります。現時点で70というのはこの1年間弱の間で採用させていただいた、被災受けた方を採用していただいた数です。で私たちがこの生きる力、なぜそういった言葉を今日伝えたいのか、いろんな講演会で私の東北6プロジェクトという一次産業、二次産業、三次産業の取り組み、合体させたような施設を今作っております。このプロジェクトの内容は今日おそらく参加されている方ご存知かもしれません。ただ今日はそのプロジェクトの説明ではなくて、なぜ今私たちがこのようなプロジェクトを行っているか、この震災を通じて何を学んで何を伝えていきたいのか、そういった根幹の話を今日短い時間ですがさせていただきたいというふうに思っております。あの時私たちは多くのものを失って、そして多くのことを学んで、そして次にどういうふうに次の世代に伝えていくんだろうか。一つ私の脳裏に離れない出来事がありました。震災翌日にはずっと電信柱にぶら下がっているご遺体がずっと私の目の前にあって、自分の娘を川から引き上げているお父さんの姿を見たときに、私は引けない、今なぜ借金までしてこのプロジェクトをやっているのか、生きていればこそ借金もできて、生きていればこそ前を向ける。じゃあその時に生きる力って何なんだろう、ふと思いました。あの時すごいお腹が減りました。デフレという中でスーパーにはもう何も物がありませんでした。食って何なんだろう、携帯が電源通じなくて、友達と彼女と家族と連絡がつながらなくて、こんなにつながらない、人と交われないということがどれだけ悲しいことなんだろうと、不安なんだろうと。そしてこんなに豊かな国であんなにひもじい思いしたのは初めての経験だったかもしれません。その中でただ僕は一つ思いました。40年前、50年前、90年前って人間ってそんなに変わったのかな。実は僕が思ったのは、技術の発展と同時に人間そのものっていうのが実は弱体化してんじゃないかな、こう思いました。今また技術の先に人間がお金を出してまた豊かさを手に入れようとしている。それは僕にとっては自然エネルギーもそれに近いような今見えています。そうじゃなくて、あの時になぜ食品がスーパーから消えたのか。農作物がありました。でもそれは農家の土地の中にあった。あの時寒かったですよね。あの時に農家の方たちが真っ赤に手を晴らして夜中農作物を取ってきてくれて、片道切符のガソリンで街中に届けた。その時に消費者はなんでこんなに高いの、まさに市民そのもの、消費者そのものが農作物っていうものに対して出来上がる想像力に日本って欠けてしまったんじゃないか。364日大事に育ててきたものが一日の台風、一日の災害によってその努力が失ってしまう。でもそれって今の消費者って一次産業者に対してどういう思いを馳せてるんだろう。あの震災の時いろんなことを僕は思いました。そして市民とか消費者がこんなにも想像力に欠落している、誰かの幸せが誰かの不幸せを呼んでいる。日本の国家財産の食を守る一次産業は今回壊滅的な状況です。その時に1年過ぎ2年経とうとしている今、もう一次生産者のことを見なくなってきている。そういった一次産業者の人たちをもう一回支える文化とか、もっと言えば自分たちの命を守ってくれている人たちに対してどうやって
我々が新しい価値観を作っていくんだろうか、今また戻ればいいのか、きっとまた次に進まなきゃいけないんじゃないかということでこのプロジェクトを進めています。もう一つ、働くって何なんだろう。あの時にお金って無意味だった瞬間がありました。100万円出してもキャベツが買えない、牛乳が買えない、流通が遮断された時に最も大事なのは地域のコミュニティでした。私が石巻の山奥に行った時にろうそく立てて地域の方たちがお米持ち寄って味噌持ち寄って、そういったエリアがありました。200メートル先には烏合の衆のような市民たちが、隣近所わからない人たちが救援物資だけ待っている。その根幹に地域のありがたさとか地域の重要性って、改めて命なんだな、命を育むネットワークがコミュニティなんだなと気づきました。そしてもっとこの働くっていうことを根幹に思ったことがありました。家族を失って、子供を失って、彼氏を失って、彼女を失って、お父さんお母さんを失った人たちに対して、どういうふうにお金ってどういう価値があるんだろう。僕はそのお金という価値、お金を稼ぐっていうものがこれだけ無意味だったような、そして何だったんだろう。そのためにまさにお金を稼いで晩ご飯一緒に食べてもらえる仲間がいる、家族がいる、お金を貯めて旅行に行く人。でもそれって大切な人がいなくなった瞬間にお金ってどんな意味があるんでしょうか。その中、僕が一つこういった言葉を被災地で受けた言葉があります。働いていないと気が狂うんだ。つまりお金というものが、当時我々が今行っているプロジェクトというのはお金を稼ぐ以前の問題だったんですね。つまり最愛の方が失った時に、人って人のために動く、人が動くことが働くことじゃなくて人のために動いていくこと、そして対価としてお金をもらえること、こういった当たり前のことが一瞬にして奪われてしまった。この働いていないと気が狂うというのはお金が欲しいということじゃないですよね。最愛の人がいなくなった時、誰かと一緒にいたい、自分を保つためにこういった場でみんなと混じり合いたい、こういったところから今回のこのプロジェクトが生まれました。私たちがもう一回考えていくべきことは、原点に立ち戻って新しい価値観をみんなで作っていこう。その時に子どもの教育、まさに先ほど言ったような食の問題、子どもはずっとキャベツがスーパーに並んでいて、大根が並んでいて、農業収穫体験も農業を抜くという体験しかしてない。これプロセスをちゃんと学んでいこうよ。おいしいところだけじゃなくて、それに付帯するプロセスをちゃんと想像できることをやっていこうよ。また働くっていうことが人と交わること、そして新しい価値観をどうやってイノベーションしていくのか。ただ単純に農地を復旧させる、水産業を復旧させる、そういったことじゃなくて、どういうふうに一次産業、二次産業、三次産業、どういうふうにこれを交わせながら新しい産業を作っていくのか。今私たちがやっているプロジェクトは、皆さんの中にご覧いただいた方がいるかもしれません。こういった形で一次産業のベジタブルガーデンとか、自分たちで育てたそば畑でそばレストランを行ったりとか、そしてそばができるまでの工房が見れたりとか、小麦を育ててパンを作ってたりとか、マルシェがあったりとか、そこでキッチンスタジオ、子どもたちが本当に農業から自分たちで手を付加価値をつけてですね、食事を提供、自分たちで火を起こせることとか、そういったことをこういった一つの施設で学べるような施設を来年の3月11日に1棟オープンして、夏には全棟オープンしようとしています。その中で今まで6次産業と呼ばれる新しいイノベーションがある中で、こういった我々この商業施設を作りたいということじゃないですよね。もう一つのテーマが
環境福祉防災というものがあります。エネルギーマネジメントに対してこの施設は運営されます。エネルギーを全部賄うということじゃなくて、最適なエネルギーを計算しながら商業施設の運営をしていく。そして水と粉と自分たちで起こせる火があれば、市民3000人の食を賄えるようにそばとパンを作っています。そして福祉、まさにあの震災の時に避難所で障害を持つお母さんたちはどれだけいたたまれない思いで自分の娘息子をやっぱり規制を上げたりとか、それに対して周りがどうやって優しい気持ちになれなかったのか、街中にこの施設は福祉施設として運営していきます。ただいい商品、いいサービスをきちっと提供していく、そういった社会的弱者と呼ばれる方たちがしっかり地域を守っていく、ど真ん中に、町のど真ん中に参画していく、そういった施設を作っていきたいというふうに思っております。この東北6プロジェクトの6という意味は、東北6県を6次産業で6人の志を持った人間で第6巻でみんな集まったんですね。こういった6プロジェクトというものの6というのはそういった共通の思いがあります。また最後に僕たちが去年から農業を始めました。もともと自分たちがまず進もうやないかと、進んでいこうと。今日最後にこういった僕たち最後に伝えたい言葉は、行動こそがその人の人格じゃないかということはすごい簡単です。我々も毎日こうやって70名の雇用をちゃんと生み出していくためには日々の努力と継続です。皆さんが明日ここにいらっしゃるということは何かの行動をしたんだと思います。何をしたらいいですかではなくて、自分が何だったらできるんだろうと。今日僕はこの会場にいるスタッフの皆さんに感動を受けました。こんなに多くの方たちがこういった場を作ってもらえる、それも行動じゃないか。そういったところで皆さん一人一人が行動に移してもらいたいなと。また我々としても3カ年で200人の雇用をしっかり実現していき、それがまた東北の課題が日本の課題解決になって、日本の課題解決をすることが世界の課題を解決することというふうに願って今やっているところです。そういったところで皆さんと一緒に今後この東北6プロジェクトもボランティアの方たちがいっぱい支えられています。また企業の方たちにもたくさん支えられています。そういった中で皆さんと共に90年後の君へというコンセプトと一緒にですね、今の利害関係じゃなくて、今いる子どもたちがどうやったらおばあちゃんたちになったらパパママがどういう社会を作っていくのか、そういったところで一緒にこの日本東北を育んでいきたいというふうに思っております。以上になります。ありがとうございました。